こんばんは、 JPUG です。2023年12月、ヨコモからルーキードリフト RD2.0 が発売されて1年以上が経過しました。低価格でありながらよく走るシャーシということもあり、私の通う RC サーキットでもよく見かけるようになっています。ユーザーが増えてきたこともあり、 RC サーキットではキャンバー角やキャスター角、サスペンションやアッカーマンの調整についてよく質問されるようになりました。どのシャーシにおいても共通的なナレッジはお伝えすることはできますが、私は RD2.0 を保有していませんので RD2.0 特有のナレッジを知りません。そこで低価格でもあることから RD2.0 を購入して知見を得ることにしました。もちろんシャーシキットだけでは走行できませんので、別途 RC メカ類が必要です。そこで今回シャーシキットやいくつかのオプションパーツ、ボディや必要なメカ類などのパーツ一式を購入すると総額でいくらくらいになるのかを検証してみました。今回の検証では単純にシャーシを1台増車するパターンとします。送信機、バッテリーや充電器、ツールや RC バッグなどはすでに保有していることを前提にします。また私は送信機に双葉 T10PX を使っていますので T10PX に適したメカ類を選択しています。なお選択しているメカ類やパーツは私の好みの製品を選択しています。他社製の製品や入門向けの製品でも走行するのに問題はないことを申し伝えておきます。購入金額の計算方法は新規購入したと仮定して右上の合計に加算していきます。なお定価ではなく販売店にて売られている価格を合算します。それでは始めます。ヨコモルーキードリフト RD2.0 組み立てシャーシキット、販売店での価格は 17,424 円。 ESC はアキュバンス社のジャービス WX を選択。販売店での価格は 26,180 円。アキュバンス社製 ESC 用ファン、超高速回転ファンユニットレーストーム、販売店での価格は 4,752 円。アキュバンス社製 ESC 用キャパシタシュバリエブレーズ、販売店での価格は 8,151 円。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツパルスマスター2個、1個でも十分に効果はありますが2個装着することで効果が若干増します。販売店での価格は 6,793 円、2個で 13,586 円です。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツエレクトロニックバランサーコア 5G、 販売店での価格は 2,970 円。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツフォトニックスタビライザーアクトロン、販売店での価格は 3,960 円。アキュバンス社製バッテリー接続用コネクターハイラジエーションコネクターセット、販売店での価格は 2,195 円。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツ S バスリンクアダプター、販売店での価格は 6,732 円。受信機は双葉社の R404SBS-D を使います。販売店での価格は 11,550 円。モーターはアキュバンス社のフレッジ 10.5 ターンファン付きを選択。販売店での価格は 2570 円。サーボは双葉社の HPS-CD700 を選択。販売店での価格は 22,484 円。ジャイロは双葉社の GYD550 を選択。販売店での価格は 11,550 円。アキュバンス社製受信機用キャパシタートレイスベクター2個、 ESC から受信機関に1つ、ジャイロからサーボ間に1つの計2個を装着します。販売店での価格は 4,950 円、2個で 9,900 円です。ヨコモ RD2.0 用オプションパーツアルミ製ベルクランクベース、販売店での価格は 1,403 円。
横もアルミ製フロントアッパーアイアームブラック。販売店での価格は5049円。横もフロントアッパーアイアーム用アルミ製 23mm ロッドエンドアダプター。販売店での価格は935円。横もダブルベアリングフロントアクスルセットスチール製。販売店での価格は4208円。横も RD2.0 用アルミ製リアショックロアアダプター。販売店での価格は2057円。横も YD2 シリーズ用スティール製トップシャフト DP4820T ギア付き。キット標準のアルミ製からスティール製に交換することで強度と耐久性を向上させます。販売店での価格は1870円。横も YD2 用アルミ製アイドラーギア2個。キット標準の樹脂製からアルミ製に交換することで強度と耐久性を向上させます。販売店での価格は842円。2個で1684円です。横もメタル製ベベルギアセット。キット標準ギアデフは樹脂製のベベルギアとなっているのでメタル製に交換することで強度と耐久性を向上させます。販売店での価格は1497円。横もアルミ製ギアデフケース用キャップハードアルマイト。販売店での価格は1590円。横も YD2Z 用トランスミッションケースバックプレート真鍮製。販売店での価格は6826円。横も YD2 シリーズ用リアハブキャリアウェイト。販売店での価格は3273円。横もハイトラクション 2mm 圧ギアボックススペーサー。販売店での価格は1964円。横も汎用マグネットリアボディマウント。販売店での価格は2338円。横もリアディフューザーワイドナロータイプのディフューザーのみ使用します。販売店での価格は1496円。横も YD2、YD4 用アルミ製サーボマウント。販売店での価格は2244円。横もアルミ製クランプ式 17mm サーボホーン 25T スプライン双葉用。販売店での価格は1683円。横も YD4 用アルミ製スパーギアハブ。販売店での価格は2431円。TN レーシング YD2 用カーボン製平置き式 ESC プレート。 ESC の下にキャパシタなどを配置したいため ESC を平置きにできるプレートを投入します。販売店での価格は990円。イーグルレーシング SP モーターラジエータープロ 2V2 サイドヘンドベル冷却タイプ。モーターにファンを追加するために装着します。ファン本体は別の製品に変更します。販売店での価格は644円。ヤーレーシングアルミ 30mm ブースタークーリングファンブラック。先ほどのイーグルレーシング製品に付属しているファンは風量が弱いためこちらの強力なファンに変更します。販売店での価格は4455円。RC926 汎用 L 字ステーショートゴールド M3×8mm2 個。フロントのマグネットボディマウント用に使用します。販売店での価格は390円。2個で780円です。電圧計汎用品。販売店での価格は250円。アキュバンスフレキシブルフラットセンサーコード 100mm。モーター付属のセンサーコード 200mm は長すぎるためオプションの 100mm に変更しました。販売店での価格は1045円。アキュバンスエアリア&ジャービス用ブラック RX ケーブル 200mm。 ESC 付属の RX ケーブルでは長さが足りなかったためオプションの 200mm に変更しました。
販売店での価格は1098円。アキュバンスファン電源用延長ケーブル 100mm。 モーターに付属しているファン電源用延長ケーブルが長すぎるためオプションの 100mm に変更しました。販売店での価格は594円。双葉二股コードブラック50芯 50mm。 受信機の S バス2ポートに ESC とジャイロの2つを接続するために二股ケーブルを追加しました。販売店での価格は1496円。タミヤダンパー用ハイシール X リングコード70。キット付属の O リングを X リングに変更します。販売店での価格は539円。横も SLF ショート通用ダイヤフラムフッ素ゴム製。キット付属のダイヤフラムをフッ素ゴムのダイヤフラムに変更します。販売店での価格は561円。薄カニリミットアーム4ナックル。切れ角を増やすためにキット付属のセットスクリューからこのリミットアームに変更します。販売店での価格は550円。イーグルレーシング 3P ワイヤーホルダーゴールド12、14ゲージ用。販売店での価格は521円。アキュバンス E ジョイントケーブルホルダー12ゲージ用ブラック。販売店での価格は1045円。君彦屋の高精度 ABEC7 ボールベアリング一式。購入価格はキット1台分一式で約3500円。ヤーレーシング 12.9 グレードスチールゴールドコートスクリューアソートセット。販売店での価格は4593円。強商デフギアグリス3000番。キット付属のギアデフオイルは漏れやすいためグリスに変更します。販売店での価格は660円。スクエアアルミ製ターンバックルゴールド。サーボロッドステアリングロッドリアアッパーロッドの3箇所を変更しました。販売店での価格は3箇所の合計で1782円です。マグファイン汎用ネオジムマグネットボディマウント用4個。販売店での価格は4個で328円です。メーカー不明アルミ製ホイールオフセット4。作成素材にアルミが使用されているホイールです。販売店での価格は4本で2263円です。トップラインドリフトタイヤスポーツエディション HDP。 フロントタイヤは 26mm リアタイヤは 30mm です。販売店での価格は 26mm が4本で1303円、30mm が2本で1056円です。 RC926 ハイトラクションタイヤインナーバージョン SDBRBE。 タイヤとホイールを固定するために使用します。販売店での価格は440円。ボディはパンドラ RC 社製の日産フェアレディ ZS30 カスタムスターロード公認を選択。事前に購入して製作塗装は終わっています。 RD2.0 のホイールベースに合わせるためにホイールアーチのカットは保留状態です。販売店での価格は9196円。ボディに装着するドアミラーはイーグルレーシング社製のレーシング LED ウインカーミラーを選択。販売店での価格は971円。ボディに装着する LED ライトユニットはスロットル連動タイプをヤフーオークションで落札。落札価格は3785円。スクエアサーボ用延長コード 50mm 双葉 KO 用。販売店での価格は352円。ボディに装着した LED ライトユニットのケーブルを受信機本体の接続部へ何度も抜き差しすると受信機が故障しやすくなります。そこで受信機にはこの延長ケーブルを挿しておき LED ライトユニットと受信機間の中継をさせる仕組みにしています。 LED ライトユニットのコネクターの抜き差しはこの延長ケーブルのコネクターと行えばいいので受信機を保護できます。
装甲には関係しませんが、ボディの塗装に使用する塗料が必要です。使用する塗料の種類や色数で金額が変動するため、今回の合計金額には含めないことにします。以上で装甲させるのに必要な RC アイテムはおおむね揃っています。冒頭に話しましたが、今回はシャーシを増車するパターンでの試算です。送信機、バッテリーや充電器、工具やセッティングツール、ケミカル類、 RC バッグなどはすでに保有していることを前提にしています。よってすでに保有しているものは合計金額には含ませていません。私の好みに偏ったパーツ構成で RD2.0 を完成させるには約25万円程度かかることが分かりました。なおこの試算は2025年1月時点のものです。今後物価の変動を受けてさらに高額になっていくと思われます。注意点としては、先にも話しました通り、このパーツ構成は私の好みで組み合わせたものです。装甲に必須ではないパーツも多数含んでいます。また RC メカ類も高価なハイエンド製品でなくても入門クラスの製品で問題はありません。 RD2.0 のオプションパーツも後でインストールするのは面倒なので、私は最初から多数投入していますが、フルノーマルでも十分な走行性能を発揮することは証明されていますので、必要性を感じなければオプションパーツの投入は不要です。新規パーツも各メーカーから次々にリリースされていますし、セッティングのトレンドも日々変わりますので、インターネットやサーキットで得た情報をもとに自身が求める性能を発揮できるパーツを投入していくことが良いように思います。また好みのメーカーやブランドがあり、さまざまな考え方や価値観があって、使える予算の都合などもあるかと思います。自身が使える日々のお小遣いの範囲で無理なく余裕を持って続けられることが、結果的には長く楽しめることにつながると思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。